ハローマットです。パリに来ました。世界で一番有名なショッピングストリートというと、ニューヨークの5番街かパリのシャンゼリゼ通りだと思います。で、今日は僕と一緒に凱旋門からジョルジュサンクまでを歩いて、そこに並ぶブランドショップの行列をチェックしつつ、つい先日、衝撃の建設中止の発表があったあのビルを皆さんにお見せしたいと思います。では行きましょう。今日歩きながらお話しするこの場所はシャンゼリゼ大通りです。で、もちろんここが凱旋門です。で、この凱旋門を背にして右側を歩きながら各ブランドのねお話をしていきたいと思います。で、まずすぐにここで今建設中なのが絶好調のカルチェですね。この黒い店舗ですね。で、これ書いてあるのを見ると今年の夏オープンですね。で、このブランドの、グループ、今ねほとんどがどこかのグループの傘下になっていて、大きく分けると3つです。で、最大手がルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーグループですね。で、これはパリが本拠地なので、まさにね今お膝元に僕はいるわけです。で、その次に大きいのがスイスのリシュモンで、これはね今のカルチェもそうですけど、カルチェとかバンクリーフ&アーペルといった宝飾品が中心です。ですから今ねすごく業績いいです。というのはファッションがこう資産性の高いものっていうんですか、二次流通もしくは売った時に現金化できるものはすごくね売れてるんです。逆に言うと、例えばそこにサンローラン、それからディオールってあるんですけど、お洋服中心のところはちょっとね苦しいんですね。で、そんなお話をしつつ、でこのグループ分けに関しては去年の末の僕のねニューヨークの5番街の動画が再生回数が多いのと、かつ詳しくお話ししてるので、それを見ていただくとね分かりやすいかなと思います。で、このディオールに関してはいつもね行列ができてたんですが、今日がね火曜日の夕方っていうのもあって行列がねないですね。で、ここはルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーグループの中核ブランドです。傘下のブランドといってもなんとね売上で2兆円ぐらいあるんです。ですから第3位のグループのケリングっていうのはこのサンローランの親会社ですね。そこと近いぐらいの売り上げをディオールだけで叩き出してるというかなんですけど、ちょっとねやっぱ苦戦してますね。洋服中心なんで。で、ここサンローランなくなっちゃったのかな、この辺にあったはずなんですけど、これ DWS ってね不動産会社ですね。リアルエステート何かになるんですかね。サンローランこれありますね、ここにね。で、サンローランはケリングに属していてすごくね苦戦してます。で、その隣がこれがモンクレアかですね。で、モンクレアは今ね単独だと思います。結構中国で売れてると思いますよ今も。で、その隣がドイツのボスですね。こんな感じで、こっちもそうかな。で、ずっと歩いていくと、で今ね
わかります？これ銀色に輝くこの建物、これがつい先日建設中止の発表があったルイ・ヴィトンホテルです。なんとこの凱旋門が見えるこの場所にね、ホテルを建設する予定だったんです。で、このホテルの中止の発表があったのが1月の20、ちょっと正確じゃないんですけど、1月末だったんですね。で、これ見るとね、工事が今途中で止まっているのか、何かまだやっているのかなんですけど、かなりギリギリで建設の中止を決めたと思います。というのは、僕1月の中旬に上海に行ってたんですね。で、上海のフランス租界って分かります？フレンチコンセッションって言えばいいんですか。で、そこでルイ・ヴィトンホテルのポップアップをやってたんです。で、あとニューヨークの双方でもポップアップやってました。ですからかなりギリギリまで迷ってたのかなと思います。で、このシルバーのねカバーで隠してずっと建設してたんですね。で、このホテルはどういう構想だったかというと、確か部屋数がね全部で10部屋だったと思います。で、1泊が日本円で確かね200万近かったんじゃないかな、今のレートで換算すると。ですからそんなすごいホテルで、この隣がねルイ・ヴィトンの店舗なんですけど、この隣の店舗まで地下でつなげるのか、そこでのお買い物がしやすいみたいな、そういうテーマのホテルでした。ですけど、今回建設は中止になって、でその理由は本業、要はルイ・ヴィトンのビジネスに集中するってことですね。で、僕はねこれはすごくいいことだと思います。というのは、もうルイ・ヴィトンが例えば本業以外にどんどん業用を増やしていったところで、それは顧客のためになるのかっていう話ですよね。要はホテルっていうことだと、シェベルブランっていうホテルってご存知です？セーヌ川沿いにホテル持ってるんです。ここはセーヌ川にかかるポンヌフの橋の上から撮影してます。で、ここがエッフェル塔ですね。で、このセーヌ川を望むこの建物、ここがこれですね、ルイ・ヴィトングループが保有しているホテルシェベルブランです。ですからこんな素晴らしいホテルがすでにあるので、改めてルイ・ヴィトンホテル必要ないと判断したと思います。せっかくなんで周りもねぐるっとこんな感じです。シェベルブランっていうのはワインのシャトーシェベルブランなんですけど、すでにあるホテル、そしてリゾート地にはベルモントっていうグループも持ってます。ですからそういう状況なのに、新たにホテル作ったところでこうやってねちゃんと並んでくれてるお客さんいますからね。ですから本業はしっかりやって、でいつも買ってくれるファンを大切にしていくと、そういう風になるのがいいんじゃないかなと思います。ですからどんどん拡大していくと、要はキリがないですよね。これね、ここがね風景って言って、
上にはホテルがある、このシャンゼリゼで一番有名な、カフェブラッセリーなのかななんですね。でここがねジョルジュ産区なので、ちょっとだけジョルジュ産区をこっち右の方に行きたいと思います。で右にずっと行くとフォーシーズンズホテルのジョルジュ産区があります。でこちらに歩いていくと、こうやって見るとね、ルイ・ヴィトン大きいですよね。でこちらに歩いていくと、本業だけをしっかり今もやっているエルメスがあるんです。でエルメスはパリに3店舗あって、一番大きいのがサントノーレかな、本店ですけどね。ですからこのシャンゼリゼの動画を撮るんだったらサントノーレ撮ってくれよっていう人が、パリ詳しい人はそのようにおっしゃるかとは思いますけど、そこにエルメスがあって、だからエルメスは今も単独で顧客のためにちゃんとね物を作ってるっていう、そういうブランドなので、一定の支持ありますよね。であと有名なバーキンとキリーバッグはやっぱり資産性も高いので業績はねすごくいいです。でここがねすごく小さいエルメスで、3店舗ある中で一番小さいですね。でこんな感じでひっそりと、あれお客さんはいないのかな今日は。こんな感じですね。でも中にねいますかね。でついでに言うと、こっちがゴヤールかな。ゴヤールも日本で人気ですよね。でゴヤールもここですね。ゴヤールサントノーレの方が人気で、そっちはねいつも並んでます。こんな感じで、今エルメスの方からルイ・ヴィトンに戻ってきました。こんな時間でもねお客さん並んでますからね。ですからちゃんと本業に集中していくという戦略は間違いないと思います。で今日は凱旋門からこのルイ・ヴィトンがあるジョルジュ産区まで歩きました。で僕のチャンネルでは仕事で訪れた先でのこのようなお話もできればと思ってます。もし面白いと思ってくださったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では失礼します。